土曜と日曜が休みというのは、この国では今年でちょうど150年です。明治9年3月12日、ラジオ館がこう出しました。第27号、従前一六日休暇のところ、来たる4月より日曜日をもって休暇と定められ候上、この旨相達し候こと。これまでは一と六のつく日が休みでした。4月からは日曜日を休みにする。1と6のつく日、7日ごとじゃないんですか？その前の暦が残っています。伊勢で刷られて全国で買われた暦です。巻物です。紐で結んであります。下題にはこう書いてあります。漢文6年、日の絵馬、金子読み。西暦でいうと1666年。ほどくとまず方位の番があって、その年の月の大小が並びます。その次が日ごとの欄です。3月から7月まで。びっしりですね。どこが日曜日ですか？ありません。この暦のどこにも曜日は書かれていません。30年後の暦には1行だけ入りました。祝、火曜、地、昨日。元日は火曜だという1行です。翌年は土曜。曜日というのは当時その程度のものでした。じゃあこの欄は全部何なんですか？1日ずつ名前がついています。真ん中の段の名前は12日経たないと同じものに戻ってきません。日そのものにも名前があって、こちらは60日で一回りします。月にも大小があります。29日の月と30日の月が年によって入れ替わります。12と60と月の大小、多くないですか？曜日は7日で一回りします。この暦にその輪はありません。確かにないですね。びっしり埋まっています。ただ私たちの7だけがそこにありません。この名前をみんなが覚えていたわけではありません。暦を見れば書いてあります。だから毎年暦を買いました。先ほどの紙にこう書いてありました。従前一六日休暇のところ。明治になったばかりの役所も1と6のつく日が休みでした。1日、6日、11日、16日、21日、26日。月に6回？今より多くないですか？7日ごとではありません。5日ごとです。明治6年1873年、太陽暦になって5節句の休みがなくなります。人日、上子、端午、七夕、重陽。それでも毎月の休みはこれまでの通り1と6のままでした。暦が変わると休みも変わるんですね。じゃあどうして日曜になったんですか？理由が書いてある紙が1枚あります。明治5年1872年、役所全体より4年近く早く日曜に移ったところがあります。陸軍の兵学寮と軍医寮です。東証兵学軍医2両の儀、16休暇にては現実差し支えの筋も少なからず候間。次今日曜日をもって休暇相定め申し候。1と6の日の休みでは実際に差し支えることが少なくない、そう書いてあります。それだけですか？それだけです。西洋に合わせるとは書いてありません。届けを出したのは陸軍大夫山形有朋、明治5年4月29日。で、何が差し支えたんですか？同じ年の11月にもう1枚出ています。神奈川県横浜です。刀剣の儀は外国人接待の場所柄。外国人と接する場所柄である、そう書いてこう続きます。従前より日曜日を休暇日とし、土曜日は第12時より
旧帳のしきたりにこれあり。横浜は前から日曜が休みで、土曜は正午から閉めていた。もうやってたんですか？その上で毎月の1と6の日は事務の実際において休みにしがたい場合がある、そう書いてあります。そして最後にこう添えました。ヨーロッパやアジアの国と同じにする方が便利です。西洋に合わせてる。ただこの紙は命じられて出したものではありません。現場が国に挙げた紙です。そして同じ頃、陸軍でも紙が続きます。明治6年1873年、陸軍の造兵士、ここには雇い入れた外国人がいました。兵学寮、童謡、日曜日。兵学寮と同じにしてくださいと届けを出したのは陸軍卿山形有朋。明治8年1875年、東京賃代。東京賃代休暇。これまで一六日に候ところ、次今兵隊同様日曜日に改定いたし候。兵隊と同じに改めます。これも陸軍卿山形有朋。また山形さんだ。日曜に移った紙を明治5年から順に並べると4枚とも陸軍でした。そのうち3枚に同じ名前があります。全国の役所が日曜になるのはその後です。陸軍が先だったんですね。そうです。ただ陸軍が国を動かしたとは紙に書いてありません。書いてあるのは順番だけです。明治5年から明治9年まで4年かかりました。1876年3月12日、先ほどのあの紙です。その紙にはまだ続きがあります。ただし土曜日は正午12時より休暇たるべきこと。土曜は昼からって書いてありますよ。横浜が前からそうしていると書いたあの一行です。それが国の形になりました。私たちの土曜と日曜はこの1枚から始まります。1876年の4月です。でもなんで日曜だったんでしょう。月曜でもよかったのに。そこはどの紙にも書いてありません。ここから先は私たちの想像です。この頃日本は幕末に結んだ条約を対等なものに直そうとしていました。使節団が欧米を回っていた時期です。岩倉使節団ですか。同じ土台に立つ国として見てもらう、そのために暮らしの区切りまで揃える、そういう力も働いていたと思います。同じ目線で話すということでもあったと思います。もう一つ、1と6の休みは月の日付に紐づいています。26日の次は翌月の1日、3日後のことも6日後のこともあります。7日ごとなら月が変わってもずれません。ただ紙に書いてあるのは実際に差し支えるとその方が便利だ、この2つだけです。では暦の方はどうなったか。これは日曜が休みになった12年後に作られた暦です。明治21年から26年、1888年から1893年。字が一つもありません。絵と点だけで1年分の暦になっています。かわいい。でもこれでわかるんですか？曜日が休みの区切りになってからもこういう暦が作られていました。新しい区切りが入っても古い暦がすぐに消えたわけではありません。7日ごとに休む、土曜と日曜は休み、それは今の区切り方です。150年前の紙には別の区切り方が書いてありました。その時の人たちも多分それが当たり前だと思っていました。そうするともしかしたら私たちの後150年後はまた別の常識があるかもしれませんね。この暦と休みのことは概要欄の蔵にもう少し置いてあります。次の1枚も探しに行きます。チャンネル登録とこの動画の高評価がその力になります。どうぞよろしくお願いいたします。